いらんからくて。今回は北海道の歴史を思いっきり深掘りしていく。オラが町のことちゃんと知ってる？道民も道民じゃなくても知ってほしい、そんな歴史のお話。北海道が日本列島じゃなかった時代、今でこそ美味しい海鮮に囲まれた島国。時間をぐぐーっと約2万年前まで巻き戻してみるぞ。知っている北海道とは全く違う、凍てつく未知の大地。時は氷河期。地球の水分が凍って巨大な氷河に。なんと世界の海面が今より100メートル以上も下がっていたんだ。北海道の北側、サハリンとの間の海が干上がってアジア大陸と完全にドッキング。当時の北海道は日本列島の一部ではなくアジア大陸の巨大な半島だった。実はイギリスとヨーロッパ大陸も陸続き、アジアとアメリカ大陸の間の海も陸になってた。世界中で歩いて大陸移動できちゃう大ボーナスタイムが到来。陸の橋を渡って北からとんでもない大物が、モフモフの巨大獣マンモス。大陸の厳しい寒さから逃れるようにマンモスやバイソン、オオツノジカといった巨獣たち。この陸橋をとことこと渡って北海道に大移住。怪獣たちの楽園状態。このビッグチャンスを見逃さなかったのが我らが祖先、最初の人類、旧石器人。肉だ、巨大な肉が歩いてるぞと獲物を追いかけて大陸から北海道へと足を踏み入れたんだ。北海道における人類の歴史のスタートだね。時代は進んで氷河期が終わり、地球がぐんぐん暖かくなっていく。溶けた氷のせいで海面が上昇。これまで大陸とつながっていた北の陸橋は海の底へと沈み、北海道は完全に島に。ここで歴史の大きな分岐点が訪れる。当時の本州では大陸から伝わった米作り、弥生文化が大ブーム。やがて巨大な前方後円墳が作られる時代へと突入。しかし北海道は寒すぎてお米なんて発想もない。しかも深く激しい海流が流れる津軽海峡が大きな壁となり、本州の文化がそのまま入ってくることもない。北海道は本州とは違うステップを踏み、独自の北の超巨大ネットワークへと組み込まれていく。5世紀古墳時代の中頃を過ぎたあたりから北海道の北、オホーツク海沿岸にとんでもない一団が。彼らの名はオホーツク文化人。サハリンを南下してきたお米ではなく海に生きる謎の海洋民族。頑丈な船を操り、クジラやアザラシ、トドを狩るまさに海のスペシャリスト。竪穴建物からは巨大なヒグマの頭骨を並べた謎の祭壇も見つかってて、本州の文化とは180度違う独自のリアルな北の信仰世界が広がっていたんだ。驚くべきは彼らがもたらしたグローバルな交易。当時の北海道には在来の先住民である薩門人と北から来たオホーツク文化人が共存。サハリンやアムール川流域を通じて、なんと当時の中国大陸の巨大王朝ともつながっていた。北海道には大陸のきらびやかなガラス玉や青銅製の最先端のベルト飾りなどが流れ着くように、北のシルクロードがここ北海道に存在していたわけ。独自の北
方ネットワークを築いてきた北海道の大地。13世紀鎌倉時代頃を境にこれまでの文化が融合して一つの大きな金字塔が打ち立てられる。それがよく知るアイヌ文化の誕生。彼らは自然界のあらゆるもの、動植物、火、水、そして病気に至るまで全てに魂が宿っており、それらは人間に恵みをもたらすために変装して現れた神、すなわちカムイであると考えた。人間とカムイは対等であり、お互いに敬意を払い感謝を忘れない。彼らは本州、サハリン、さらには千島列島を股にかける最強の交易の民でもあった。そんな北海道に南から新たな影が忍び寄る。本州から津軽海峡を渡ってきた人々、和人の進出。和人たちは北海道の南端に拠点を築き、やがて松前藩という組織を作る。目的はアイヌの人々が持つ豊かな資源、鮭やニシン、高級な毛皮など。最初のうちはお互いにパートナーとして対等な取引をしてたけど、和人の勢力が強くなるにつれて状況は一変。松前藩は交易を完全に独占し、アイヌの人々に圧倒的に不利な不平等な取引を押し付けるようになっていったんだ。アイヌの生活の糧である自然が脅かされ、その誇りが踏みにじられていく。ついに彼らの怒りが限界に達したわけ。アイヌの人々はただ支配を甘んじて受け入れたわけではない。歴史を揺るがしたアイヌの三大決戦の始まり。ここからは漫画風に紹介していくぞ。17世紀後半、釈迦院の戦い。江戸時代、松前藩によるアイヌへの支配は強まり、交易は不平等なものへとなっていった。アイヌたちの不満は静かに蓄積されていた。米一俵に対して鮭の数が多すぎる。これじゃ食べていけない。うるさい。嫌なら取引は終わりだ。我々のルールに従え。1669年、静内の市長釈迦院が立ち上がった。彼のカリスマ性は松前藩への怒りで震えるアイヌを一つにまとめたんだ。アイヌよ、今こそ団結し和人の支配を打ち破る。我らの大地を取り戻すのだ。釈迦院に続け。一斉に放棄したアイヌ軍は松前城へ迫った。だが松前藩は幕府から借り受けた秘密兵器、鉄砲で対抗。激しい音と煙がアイヌ軍を圧倒する。突撃だ。和人を追い払え。鉄砲隊構え放て。長引く戦いに松前藩は和睦を申し入れる。しかしそれはアイヌを裏切るための卑劣な罠だった。これ以上血を流すのは無益だ。和睦をしようではないか。終焉の席へ招待する。本当に戦いをやめる気があるのか。主演が盛り上がったその瞬間、和人の侍たちが一斉に刀を抜いた。釈迦院は武器を持たぬまま騙し討ちによって暗殺されたんだ。バカめ、罠にかかったな。釈迦院、お前の首をもらう。己和人め。だがアイヌの誇り消えぬ。指導者を失ったアイヌの抵抗は終わりを告げた。松前藩の支配は決定的なものとなり、アイヌの苦難の歴史が加速していく。釈迦院の戦いは
アイヌが自立を守ろうとした最大の抵抗だったんだね。釈社院の戦いの前後の戦いは割愛。1457年ゴマ社院の戦い。きっかけは小刀をめぐるトラブル。和人の武将武田信弘に五社満員親子射殺され鎮圧された。1789年国後目出しの戦い。和人商人の過酷な搾取と不正に耐えかねたアイヌの反乱。北の大国ロシア帝国からの使節ラクスマン。18世紀末、それまで日本中が鎖国でのんびりお昼寝をしていた時代、北海道の海を揺るがす大事件が起きる。ペリー来航の半世紀前、ココネ室や函館にすでに異国船が姿を現していた。お国と貿易がしたい。ダメなら力ずくでも。不気味に南下してくるロシアの影に江戸の幕府は飛び上がって驚いた。おいおい、北海道をそのままにしておいたらロシアに丸ごと取られちまうぞ。こうして北海道は世界の勢力が激突する国防の最前線となった。幕府が焦った原因は日露の国境線が誰にもわからなかったことにある。そこで命知らずの探検家たちが北の果てへと派遣される。1808年、最上徳内の熱き思いを胸に間宮林蔵は和人たった一人で北へ向かった。過酷な極寒の雨を共に行くのは頼れるアイヌの案内人たちである。林蔵、この先は荒波と流氷の地獄だ。本当に行くのか？行きましょう。この目で北の果てを確かめるまでは退くわけには参りません。林蔵と徳内の指定は命を賭して極寒の荒海へと挑んだ。牙をむく流氷と激流が容赦なく2人の行く手を阻む。自然の脅威が極限に達したその時、林蔵の眼光がわずかな違和感を捉えた。見ろ、水流が変わった。これは大陸からの引き潮ではない。兄、ということはこの先は行き止まりではなく、視線を越えた先に待っていたのは嵐の終わりを告げる一筋の光。視界の果てまで広がるその青は人類の歴史を塗り替える未知の海域だった。先生、海がどこまでも続いています。おお、水平線が見える。大陸とつながっていない。林蔵の熱い叫びが北の凍てつく空に響き渡る。それまで世界の誰も成し遂げられなかったアジアの地図の空白が今完全に埋まった瞬間だった。歓喜に震え林蔵はすぐさま江戸へ引き返す。長年彼を信じ、時に厳しく時に温かく導いてくれた偉大な師のもとへこの世紀の大吉報を届けるために。徳内先生、樺太はジア大陸とつながっていない島でした。よくぞ生きて帰ってきた。林蔵、わしの夢をよく叶えてくれた。樺太が島であることを証明し、日本人の名を世界史の地図に刻んだ瞬間、凍てつく北の海で師弟の熱き歓喜の叫びがこだまする。この発見によってその海峡は世界地図に間宮海峡の名で刻まれることになる。世界地図に日本人の名前がついた歴史的快挙なんだ。18世紀末、ロシアの船が次々と日本近海に現れ南下を始めた。北の国境に凄まじい危機感を抱いた江戸幕府はついに強硬手段に出る。それは松前藩からの北海道領の強制没収だった。蝦夷地と呼ばれた広大な北の大地はこうして幕府の直轄地となったんだ。ロシアの南下は一国を争う。これより蝦夷地は幕府が直轄し、国境を固める。そんな先祖代々守ってきた我らの領地が一瞬で没収されるなんて。馬上家負人による不当な搾取がアイヌの人々を深く苦しめていた。アイヌの人々がロシア側に懐柔されることを
幕府は恐れたんだ。幕府は不満の根本に向き合うことなく、アイヌの固有文化を厳しく禁じては人の風習を強いる同化政策を進めた。ロシアに寝返られては困る。これよりは人の言葉を学び、髪型や服装も我らと同じに改めよう。私たちの言葉も神に祈る大切な文化も奪われるというのか。国境を警備するため、幕府は拠点となる函館奉行所を置いてガードを固めた。ここで大きな問題にぶつかる。当時の幕府には広大な北の防衛線を自前で維持するだけの兵力が不足していた。そこで目をつけられ、急遽駆り出されたのが津軽、南部、仙台、会津、東北の諸藩の武士たちだった。幕府の兵だけでは足りぬ。東北の者たちよ、お前たちが最果ての地へ赴き、異国船を見張るのだ。我々が誰も行ったことのない道の北国へ、藩の財政も人員ももう限界だというのに。東北の武士たちは宗谷岬から最前線の択捉島に至る学校に派遣された。経験したこともないマイナス30度の極寒、十分な暖房もなく、新鮮な野菜も手に入らない栄養不足の中、あまりの寒さと病気、あまりにも凄惨な防衛線。寒すぎる。手足が凍りついて動かない。飯も足りず、病にかかる者が続出している。これではロシアと戦う前に全滅してしまう。迫り来るロシアの脅威、それを防ぐために蝦夷地を強引に直轄化した幕府。そして国家の都合で文化を奪われ翻弄されるアイヌの人々。さらに過酷な警備で多大な犠牲を払わされる東北諸藩。日本の北の果てで緊張感がマックスに達したまま、時代は日本全体を揺るがす激動の悪末へと突入していく。異国の脅威もこの過酷な寒さももう限界だ。この国は一体どうなってしまうんだ。1868年、日本を二分した戊辰戦争の嵐はついに最果ての北の大地、北海道へ。今回はここまで。命を懸けた武士たちの運命は激動の幕末の幕が上がる。次回後編、1868年、日本を二分した戊辰戦争から、新選組のカリスマ土方歳三が函館に。間違いなんか見つけたら多めに見てね。北海道をもっともっとたくさん知って